こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの9回目だよ。今回は3年目、2028年のポストシーズンを進めていくぜ。前回の動画の通り、アスレチックスはワイルドカード3枠目でポストシーズンに進出。ワイルドカードシリーズでガーディアンズと対戦するよ。ワイルドカードシリーズは3試合制で、先に2勝すれば勝ち上がりだぜ。ポストシーズンのメンバーはこんな感じ。エースのマイヤーズ、クローザーのマカルーが共に怪我で離脱しているぜ。マイヤーズに関してはあと1週間くらいで復帰できるということで、勝ち進めばどこかで合流してくれると思うよ。また、ワイルドカードシリーズの先発陣は、スミス、バキスタ、トールの3枚で、アーノルド、ピーターソンはリリーフに回ってもらうよ。それじゃあワイルドカードシリーズに臨んでいこう。対戦相手はガーディアンズ。今季は86勝76敗でア・リーグ中地区を制したチームだぜ。得点リーグ7位、失点リーグ10位と、そこまで飛び抜けたチームではなさそうだな。ちなみにアスレチックスは、得点リーグ4位、失点リーグ13位だぜ。それじゃあまず第1戦。結果は3対5で敗戦。先発のバキスタが4回までに5失点で、完全に相手のリズムになってしまったな。ということで負けたら終わりの2戦目。2戦目は5対3で勝利、1勝1敗のタイに戻したぜ。そして運命の第3戦。4対1で勝利、見事ワイルドカードシリーズを突破したぜ。MVP はバトラー。3試合で打率3割6分4厘、2本塁打を放ったよ。ということで次はディビジョンシリーズへ。相手は同じ西地区王者のマリナーズだぜ。1番から6番まで20本塁打以上の強力打線を持ち、投手陣もパッと見いい選手が揃っている印象だよ。シーズン終盤の3連戦でも3連敗を喫していて、なかなかの強敵という印象があるな。ちなみにマリナーズは地区3連覇中。どうでもいいが、投稿主はマリナーズファンらしく、マリナーズの強豪っぷりを喜んでいるらしいぜ。同じ地区だから今後倒さないといけないチームなのにな。では決戦へ。第1戦は4対3で勝利。先発はメナ。6回にマンシーのタイムリーで勝ち越してそのまま逃げ切ったよ。続く2戦目は5対11で敗戦。先発のピーターソンが打ち込まれたよ。日程的にワイルドカードシリーズで投げた投手はまだ先発できない状態なんだな。続く3戦目はスミスが先発。見事7対3で勝利、王手をかけたぜ。勝てば勝ち抜けとなる4戦目は、2対3でタイに。1点リードの7回に、カルローリーに逆転ツーランを浴びて逆転負けを喫したぜ。さあ、勝った方が突破の最終戦は、1対4で敗れて、ディビジョンシリーズ敗退となったぜ。最後は力負けで、今シーズンはここまでとなったよ。その後マリナーズはワールドシリーズまで進出したが、最終的にはブリュワーズがワールドチャンピオンに輝いたぜ。それじゃあ今シーズンの成績を振り返ろう。改めて今シーズンは、82勝80敗の貯金2でリーグ西地区3位。続いてチームスタッツ。今季の野手5はリーグ5位、投手5はリーグ最下位。相変わらず投手陣はリーグ最低レベルだが、守備陣の貢献を示す ZR はプラス 45.9 でリーグ1位。投手陣の弱さを守備陣でカバーしてなんとかなった感じだな。続いては投手成績。投手陣トップの53.9を記録したのはマイヤーズ。終盤怪我で離脱してポストシーズンは登板できなかったものの、167イニングで FIP-81 とエースの働きを見せてくれたよ。現在30歳で、FA まで残り3年。FA 時には33歳と考えると、契約延長は見送るべきだと思っているよ。最低でも3から4年くらいの契約は要求されるだろうしな。2年後くらいにはトレードで若手有望株と交換することも考えないといけないな。続いては夏にトレードで獲得したヘイゲン・スミス。2チーム合計で158イニングを投げて、防 1.9 を稼いだぜ。アスレチックス移籍後は53イニングで防御率 4.02、防 0.2 とやや期待外れな成績。とはいえまだ25歳でこの成績なので、金額次第では契約延長も考えているよ。FA までは残り4年あるが、今のうちに延長しておかないと高くなるからな。ああ、怪我の恐れがあるから投手の契約延長は慎重にと考えているけど、FA 後の4年分くらいを年平均1000万ドル前後でまとめられるなら延長したいと考えているよ。今オフに一度交渉してみようか。他にトレードで獲得したトール、バキスタは見た目の数字はよく見えるが、棒は伸び悩んだよ。二人とも今季の成績はやや上振れた感はあったけど、どちらもまだ伸びしろを残しているし来季以降の成長に期待だな。あとは1年間先発で起用したアーノルド、ピーターソンは、どちらも 5 プラスで終了。二人とも初めてのフルシーズンとしてはまずまずの結果だったな。ああ、どんどんポテンシャル評価が下がってきているのは不安だけど、オーバーオール50くらいまでは成長してほしいところだよ。続いては野手陣。まずはカーツが今年もチームトップの好成績。39本塁打、OPS929、WRC プラス157と、リーグトップクラスの成績を残したぜ。長期契約を結んだ時に思い描いた姿に近づいてきているよ。このクラスのバッターと残り8年も契約が残っているのは大きいな。その下のシンプソンは今季も安定してチームにプラスをもたらしたよ。4年連続で盗塁王を獲得するなど、BSR18.5 と走塁で18点もチームにプラスをもたらしたのはもちろん、今季は WRC プラス92と打撃面でも素晴らしい向上を見せ、防 3.3 を稼いだぜ。去年の WRC プラスは77だったから、大きな進歩だよ。
そして今季レッドソックスとのトレードで獲得したマイヤー。デビュー以来リーグ平均以下の打撃成績しか残せていなかったものの、今季は20本塁打、OPS738、WRC プラス107と打撃面でもしっかりと貢献を見せ、5.3.1の成績を残したよ。交換相手として放出したバッソが、今季はリリーフに回って0.6だったから、このトレードは大成功だと言っていい感じだな。もともとサードのレギュラーだったショーも、トレード後にレンジャースから DFA され、最終的にパドレスで O-0.3 にとどまっていて、間違いなくサードのポジションをアップグレードできているよ。あとはマンシー、ミラーが二遊間のレギュラーにハマってくれたのも大きかったな。二人とも打撃はリーグ平均以下だが、守備面で大きなプラスを作っているな。この二人とセンターに入ったハニーカットの3人が守備面で大きな貢献を見せ、彼ら以外も大きなマイナスになった選手はほとんどおらず、チーム ZR リーグトップに繋がったよ。二遊間で言うと、今季トリプル A で40本塁打、47盗塁、57.0の大活躍をしたギレンも控えていて、来季以降のレギュラー争いも楽しみだな。彼は今季ウィルソンとのトレードでレイズから加入した選手だよ。そしてウェーバーから獲得したロドリゲス、フェルナンデスも9大点の活躍。ロドリゲスは時々センターも守りながら ZR プラス、打撃もほぼリーグ平均レベル。BB%13.9 と四球獲得能力も光ったぜ。フェルナンデスは DH を中心に出場し OPS757、WRC プラス114と、打席数は少ないながらもカーツに次ぐ成績をマークしたよ。あとはポテンシャル評価が下がっているデフリース。能力的にはまだまだ物足りず、ポテンシャル評価もさらに下がったものの、たまにショートで先発起用されて、攻撃面でも守備面でもプラスの数字を残したよ。控えのショートとしては十分な成績だな。という感じで野手陣はなかなかのメンバーが揃ってきているよ。あとは全員20代なのもいいな。FA が近い選手も特におらず、ここに先ほど紹介したギレンや去年の全体1位指名のネルソン・アルバレスが控えるなど、野手陣に関してはいい感じで整備できたと思っているよ。あとは投手陣だな。そうだな。場合によってはレギュラーから漏れた野手を放出して、MLB デビュー直後くらいの投手を取ってくることも必要かな。シーズン終了時点のプロスペクトランキングはこんな感じ。アーノルド、ピーターソンがデビューした影響もあるけど、トップ100プロスペクトが5人に減ってしまったな。マイナーシステムランキングも6位まで下がっているぜ。1位はやっぱりナショナルズだな。ここの選手を見ると、ずっとランキングの上位に入っていたプーミーが、ポテンシャル評価44まで下がってしまっているな。これはちょっと大成しなさそうだな。やっぱりインターナショナルアマチュアの選手は当たり外れが大きいな。他に投手でめぼしいプロスペクトは、直近のドラフトで指名したウォーターマン、ブーンくらいかな。最近のドラフトで指名したアレアーノ、ラウザーなんかも、ポテンシャル評価50以下に下がっているからな。この二人はそんなことなく育ってほしいところだよ。ちなみにチームトッププロスペクトのアルバレスは、今季シングル A で OPS1016、WRC プラス169、55.4と順調。ポテンシャル評価も指名時から下がっておらず、このまま順調に成長してほしいところだぜ。成長次第では、MLB デビュー前25年くらいの長期契約を結ぶのもありだと思っているよ。リスクはめちゃくちゃ大きいけど、デビュー前なら契約総額をかなり安く抑えられそうだからな。ということで今回はここまでにするよ。次回は3年目オフの様子をお届けするぜ。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。